日本文学を翻訳する世界の翻訳家とその仕事を紹介するインタビューシリーズトランスレータースポットライト。今回はドイツ出身で現在ドイツ中部の町バートベルカを拠点に活動するカティア・カッシングさんをご紹介します。自ら設立した出版社カスフェアラークを経営しながら翻訳家としてはこれまで車谷長吉の赤目四十八滝心中未遂や東野圭吾のレイクサイドなど数々の日本文学をドイツ語に翻訳してきた彼女の仕事に迫ります。実はですね、日本学の勉強をし始める、まではですね、日本のことをも一切知りませんでした子供の時から読書とあと読書が好きで言葉に興味があったので、高校を卒業して大学に行く時に何を勉強しようかって考えた時に言葉を勉強すればいいかなと思って、でその時にじゃあどれにしようかって考えて、で自分がチャレンジが好きなのでできれば難しい自分がもう全然関係のない言葉がいいかなと思って、でアラビア語とか中国語とか日本語はどうかっていろいろ考えてたんですけれども、でも日本語が一番難しいと言われている言葉ですので、じゃあ日本語にしようかなと思って始めました。その時私が日本語の勉強を始めようと思った時にはですね、30年前のことになりますけれども、その時はですね高校でまだ日本語の勉強はできなかったんですけど、今は変わってきたんですけれども、私が若かった頃は大学に行くしかなくて、そしたら私も大学に行って日本学の勉強を始めました。日本学は日本語の勉強だけではなく、それは日本の文学とか文化とか歴史の勉強になるので、日本語はあくまでも道具ですね。だから最初、勉強しないといけないわけですね。少なくとも4年間、普通は5年間勉強しなければなりませんでしたので、だから2年間、トリア大学で勉強して、でそして言葉を勉強するのにその国に行くのは一番ベストですので、私は日本に行って、で日本の大学で勉強を続けて、で2年半後にまたドイツに戻って卒業しました。修士課程を卒業してどうしようかなって迷ってて、とりあえず博士論文でも書こうかと思って、一応博士課程に籍を入れて、でちょうどその時に奨学金があったので、他に奨学金を利用して日本に渡る学生がいなかったので、先生にじゃあカティアさんもう一度ぜひともそういうエクスチェンジ交換プログラムがあるから、誰も行かなければこのプログラムが死んでしまうのでそれもったいないので奨学金もらって行ってくださいっていうふうに言われたので、再び日本に行きました。でその時は早稲田大学ではなく、一橋大学に行って、でそうですね、勉強しながら自分の博士論文の準備を進めました。博士論文を終わらせるためにまた別の奨学金をもらって、で今度はですねドイツ日本研究所での奨学金でしたので、あそこでまず小学生として入って、でちょうど私が入った時期にその和読大辞典の作業が始まって、でカティアさん日本語もできるし、でドイツ語もできるし、で博士論文もほとんど終わってるからこれから辞書の仕事はどうかっていうオファーが来て、で個人的なこともあったので仕事のオファーとその個人的な理由があって東京に残ることにしました。だけどそれは一応大きなプロジェクトだったんですけれども、でも大学とか研究の方ではですねそういう永遠契約がほとんどなくて、大学とかそういう研究所に残りたいと思ってもなかなかそういう永遠契約をもらうのは難しいですので、じゃあそのプロジェクトが終わった後にどうしようかって考えた時に、
翻訳とか、翻訳者としての仕事はどうかって考え始めてて、同時にその本業の傍らにやり始めました。清水義則さんの短編を翻訳しましたね。それが一番最初ですね。国語入試問題必勝法だと思います。あとはジャック&ベティね、翻訳しました。面白いです。私は大好きです。その後はですね、私推理小説が好きなので、その次は推理小説でしたね。東野圭吾のレイクサイドとか小沢有正の新宿ザメを訳してて、でその後はだんだんいわゆる、純文学の作品も訳し始めました。自分の出版社だとですね、完全に自由になります。もう好きなものを出版できるようになりますので、それが一番ベストじゃないかと、思って、で将来的にもやっぱりその仕事を続けるためにはそれが一番いいんじゃないかと思って、当時は自分の出版社のために本を翻訳しました。でも実はですね、本業があったので別に潰れてもうまくいかなくても生活がなんとかできるっていう安心があったし、あとはやっぱり少しずつ学んでいけばいいと思って、実はですね割とちっちゃい会社ですので大きな会社と違って売れないだろっていう本も自分にとって大事なことだったら出すことはできるわけですよね。他のすごい大きい会社はそんなことはできません。なぜかっていうとやっぱり50人の給料を出さないといけないので、やっぱり売れる本しか出せないわけですね。でうちは半ば一番ベストな道を、歩もうとしてて、売れる本と多分売れない本両方を、やってるわけですね。3年前からそのドイツの、主にインディペンデントの出版会社のための賞がドイツの出版賞がありまして、2回も取りましたね。だからうまくいけましたね。一番、そうですね、記憶に残っているのはですね、車谷長吉さんの赤目四十八滝真珠未遂と同じく武蔵丸っていう中編ですね。車谷さんの。車谷さんの小説はですね、一つはですね残る作品だと思います。毎年もちろん日本だけではなくてドイツもそうですけれども、たくさんの小説が出るわけですよね。でその多分、大体の毎年出る作品が残らないと思いますね。私からしてみればすごく文学的な価値のある作品でっていうことと、あとはですね文学は音楽と同じように感動させるものと感動させないものがありますね。で車谷さんは私の場合私を感動させる作品です。どうやって私を感動させるかのを説明するのは非常に難しいですけれども、もちろん赤目四十八滝真珠未遂っていうその小説の方はすごく暗い話ですけれども、でもそのなんて言うんですかね、多分絶望が形になったっていうところ、その絶望でその主人公の悲しみを実感できるようなところが一番好きですかね、私は。絶望とか もちろんその特に日本の社会のどん底は
ドイツの読者は知らないでちょっと怖いところもあるかもしれませんけれども、その他に出てくる気持ちはみんな理解できると思いますね。でその、主人公が自分と戦ってるところもみんな理解できると思いますね。そういう共通点があると思いますね。そんなにすごい売れたわけでもないんですけれども、でも書評が非常に良かったです。でやっぱり頭っていうか心に残る小説の一冊ですっていうような書評も出たので、私は非常に嬉しかったですね。興味のある作家は、何人かがいて、で、そうですね、例えば私が好きなのは西加奈子さんの小説が好きで、彼女の文体がとても気に入ってますので、できれば西加奈子さんの小説出したいなと思って、あとはですね、すごい時間があったら、多分短い将来ではできないと思うんですけれども、すごい時間があったら川端康成の雪国をいつか訳してみたいと思いますね。あれがいいチャレンジになるんじゃないかと思いますね。純文学、いわゆる純文学だけではなく大衆文学も読んでて、そうですね、幅広くで、別に大衆文学って言ってもいいものがあるわけですよ。映画も好きです、私は。で映画も同じく普通はそういうアートハウス、どっちかといえば芸術的な作品を見るんですけれども、でもたまにやっぱりジェームズ・ボンドも見ます。でその時は行って見て、ああ満足って思って、で文学は同じです。実はですね、私にとってはですね、日本文学っていうものが存在してません。日本文学、私が言う日本文学は日本語で書かれた文学で、フランス文学はフランス語で書かれた文学で、ドイツ文学ももちろんドイツ語で書かれた文学で、別に変わりがないわけです。文学は文学です。で文学の魅力はどこにあるかって言いますと、それは私にとってはですね、文学はですね、旅なんです。別の世界とか別の人の頭への旅とか実感できる旅が、そのリアリティのある旅が好きですかね、私は。だから生きている人物で、別に話が昔の話でも全然存在してない世界でもいいんですけれども、人物がとにかく生きてて、何かその小説から伝わってこなければつまらない。私は基本的には自分が気に入った作品を出せるっていうとても幸せな立場にいます。これからもやっぱり私にとって日本語ができるので、いろいろ原文で読めるので、日本文学は私にとって一つの大きなそうですね、宝箱みたいなものですねので、そうですね、できればこれからもたくさんのそういうそうですね、日本文学が広がるように、ドイツでも広がるように頑張りたいと思います。自分の好きな作品だったら、多分他の今までその日本文学を読んできた人たちにも気に入るんじゃないかっていう期待があるわけですよね。それぐらいですかね。